皆様こんにちは。お待たせいたしました。ただいまより日本経済新聞社主催によります大阪・関西万博日経テーマウィーク文楽の夕べ特別編を大阪・関西万博テーマウィークスタジオからお届けしてまいります。日本経済新聞社は2003年から大阪で生まれた伝統芸能である文楽を次世代に継承していくため、文楽の夕べと題したイベントを毎年開催しています。今回はその特別編として大阪芸術大学の学生の皆さんに文楽の技芸を体験してもらうワークショップを実施します。西洋音楽を学ぶ学生さんが日本の伝統芸能に取り組む姿を通じて、観客の皆さんにも文楽の特徴や魅力を感じ取っていただけるのではないでしょうか。申し遅れましたが、私は本日の司会進行を務めます大阪松蔭女子大学名誉教授の森西真由美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日はオンライン配信もされており、初めて文楽に触れるという方もおられるかと思いますので、まずは文楽について少しご説明させていただきます。文楽、正式な名称は人形浄瑠璃文楽と言います。17世紀の大阪で生まれた日本を代表する伝統芸能の一つです。国の重要無形文化財であり、2008年にはユネスコの無形文化遺産にも登録されました。国内だけでなく、これまで世界各地で上演され、高い評価を受けてきました。浄瑠璃と呼ばれる語り物音楽と人形の演技が一体となって物語を紡ぎ出していきます。浄瑠璃は太夫と呼ばれる語り手と三味線弾きがコンビを組んで表現されます。太夫は作品に描かれたストーリーと老若男女の登場人物の喜怒哀楽を一人で語り分けます。声色ではなく、それぞれの情、心模様で表現します。三味線の演奏は伴奏ではなく、物語に描かれた情景や登場人物たちの心情を映し出します。人形は三人使いと呼ばれる独特の操り方で、中心となる面使い、そして左使い、足使いの三者が心を一つにして表現します。太夫、三味線弾き、人形使い、3つを合わせて三行と呼ばれ、三位一体で作品の世界を舞台に描き出していく総合芸術です。それぞれが相手に合わせるのではなく、自己主張をしながら最終的に一つになって完成されます。そのため習得には長い時間がかかります。例えば人形使いの修行は足10年、左15年と例えられます。入門して25年経ってやっと面使いにたどり着きます。高い技術と時代を超えて共感を集める物語の数々が21世紀の今も大阪に息づいています。それではご登壇いただく皆様をご紹介させていただきます。どうぞ皆様ステージまでお上がりください。はい、本日のデモンストレーションワークショップのご指導をいただきます
人形浄瑠璃文楽座太夫豊竹睦美太夫さん。同じく三味線鶴沢智之助さん。人形使い桐竹勘次郎さん、よろしくお願いいたします。そして本日果敢にも産業に挑戦していただきます大阪芸術大学の皆さんです。太夫を体験するのは大学院芸術研究科博士課程芸術専攻3年で声楽を学んでいる上野舞さん。三味線は演奏学科ポピュラー音楽コース専攻の4年生松浦風太さん。そして人形使いは舞台芸術学科演技演出コースの4年生上原英二さん。以上の皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初に人形浄瑠璃文楽座の皆さんに本日の課題である審判歌左衛門野崎村の段の一場面お染の口説きを実演していただきます。学生の皆さんは一旦お席にお戻りください。はい、それでは技芸員の皆さんは準備をお願いいたします。野崎村の段、簡単にご紹介させていただきます。若い男女の恋模様を描いた作品です。現在の大阪府大東市野崎を舞台に久松という一人の若者をめぐって村娘のおみつと都会からやってきたお染の2人が繰り広げる三角関係の物語です。大阪の大店の娘お染には親の決めた言い名付けがありますが、店の奉公人である久松と恋仲になります。身分違いの恋であることから久松は書き置きを残して故郷の野崎村に帰ったのですが、そこへお染が追いかけてきます。口説きとは女性が本心を切々と訴えかける場面です。久松から別れの手紙をもらったお染が恨み事を述べる場面をご覧いただきます。面使いの勘次郎さん、そして左使いは桐竹勘助さん、足使いは勘正さんです。今日は久松さんが来ていません。欠席でございますので誠に申し訳ございませんが、私が代役を務めさせていただきます。ご容赦くださいませ。そのお寿司とかけいるお染会いたかったと久松にすがりつけば、はこれ声が高もござります。思いがけないここへはどうして訳を聞かしてと問われてよう顔訳はそっちに覚えがあろう。わしがことは思い切り山ヶ谷へ嫁入りせいと残しておきゃったこれこのふみ。そなたは思い切る気でもわしゃ
もったいないことながら観音様をかっこつけて会いに北やら南やら知ら在所もいといはせぬ二人一緒にそうならママもたこしおりつむにどんな貧しい暮らしでもわしゃ嬉しいと思うもの女子の道を背けとは聞こえぬワインのよく人しぐれ晴れ間はさらおになありがとうございました。そして大変失礼いたしました。勘次郎さんが誰もいないよりましとおっしゃいますのでさせていただきました。私を除いてプロの演者の皆さん全員男性なんですけれども、若い女性の恋心を切々と表現されていて、それを皆さんにも感じていただけたのではないかと思います。悪いのは久松です。でこのあとどうなったのと思われます方は、6月に国立文楽劇場の文楽若手会で上演されますので、ぜひ足を運んでご覧ください。今お染の役を持たれました桐竹勘次郎さんがそのままお染の役を使われます。さて、それでは引き続き産業のワークショップを始めさせていただきます。まずは太夫の部、ご準備をお願いいたします。
き続きまして、太夫の、解説ワークショップへ移らせていただきます。本日担当いたします豊竹睦美太夫、そして、上野舞さんと、2人でお届けしたいと思いますけれども、まず、太夫としてまず座り方からご説明したいと思うんですけれども、このように座布団の一番端の方に肩幅ほどに足を開きまして、そしてそのまま前に膝を落とします。そうしますと、私ちょっと失礼して後ろ向かしていただきますね。そうしますと、このようにちょっと見えにくいですが、このように足の指を立てた状態、この状態で語っていきます。と申しますのは、日本の音楽というのは基本的に座って演奏するものなんですが、普通に正座をしてしまうと発声がしにくいと、西洋のオペラのように本当はね、立ったまま歌う、声出すっていうのは非常に発声がしやすいんですけれども、日本の音楽はそうはいかないということで、座らなければならないという時にですね、こちらの尻引きというものをお尻の下に挟みます。そして先ほど申しましたように、指を立てた状態でこれで座るんですね。そういたしますと、座ってはいるんですけれども、半ば立っているというか中腰のような状態を作ることができます。これで声を出していくわけなんですが、実は太夫、このようなね、こちら腹帯と申します。これを、お腹に直に巻いております。どのあたりに巻くかと申しますと、おへその下あたり、かなりお腹の下の方に巻きます。静下丹田とか申しますけれども、その丹田に力が入るようにということで、こういったものをお腹に直に巻いております。上野さんにも今日はベルトを締めてもらっております。こういったものを使います。そして、これはちょっと、お着物でないので難しいんですが、これ落としと申します。これは中には砂利であったり、小豆であったりを入れるんですけども、これを太夫はこう懐にこう入れております。でこれもですね、やはりお腹の下の方、丹田に力が入る、重心がくるように、こういったものを懐に挟みます。で語っていくというわけでございます。先ほど森西先生からもお話ありましたけれども、この我々がやっている義太夫節というのは、歌うとは申しません。義太夫節を語るというふうに申します。ですから、単にこのメロディーをなぞるのではなくて、あくまで物語の中身をお伝えする、中身を語る、物語を語るということが一番大切なこととされております。では実際に、実地に移っていきたいと思うんですけれども、本来ですとね、こういった、床本、床の間の床という字、床と申しますけれども、床本というものを使うんですが、さすがにこれいきなりですね、これを読めというのは難しいので、これを抜粋しましたものをプリントを上野さんにお渡ししております。で実際に体験していただくのは、先ほど我々が上演しました、審判歌左衛門の野崎村の段のごく一部なんですけれども、お染めの口説きの場面です。でさらにその今の、部分全部はとても学生の方に、いきなり体験するのは難しいので、ごくごく一部分を抜粋してこれからやってみたいと思います。では、ちょっと文章をね出していただけますでしょうか。で、実際に、体験してもらうのは3行目の「あーこれ」というところからでございます。で我々の、義太夫節というのは大きく分けますと、節とか慈愛っていうものと言葉という2つのもの、慈愛と言葉とに分かれます。どう違うのか。慈愛というのは三味線が入る音楽的な部分、それに対して、言葉というのは、セリフのような部分でございます。で最初はですね、まずその、セリフにあたる、
言葉の部分から体験してもらおうと思いますけども、今日は太夫の体験なので語り分けというのを実際にしてもらいます。で、まず久松が最初ああこれと声をかけるわけですけども、久松というのは10代で若くて色白で、やさおどちらかというとやさ男なんですね。ですので、男性なんですけれどもあまりのぶとい声は使えないわけですね。非常に優しい感じの、男。そしてお染はもう、お金持ちのお嬢様ですので、そういうお上品な、10代の女性ということを、語り分けをしていくわけです。じゃあ実際にね、まず最初私久松をちょっとやってみたいと思います。3行目のところですね。これ声が高もござります。思いがけないこ声はどうして訳を聞かしてというふうに男なんですけれどもやさ男なのでこのように比較的高い声を使います。じゃあこれがですね、例えば、ちょっと、荒くれ者というかちょっと、性格の悪い、男が出てきた場合ですね。これ声が高うござります。思いがけないこ声はどうしてというふうに性格とか人物によって語り方が変わるんですけども、この場面ではそういう人物ではないので、これ声が高うござります。思いがけないこ声はどうしてというのを、久松ですね。実際にお願いできますか。これ声が高うござります。思いがけないこ声はどうして訳を聞かしてありがとうございます。実はですね、上手でしょね、皆さん。実は、4月にね一度だけ、お稽古をするタイミングがありまして、かなり、綿密に覚えてきてくれております。ありがとうございます。でちょっとねこれ聞いてねお気づきの方もあると思うんですけども、イントネーションがですね、関東のイントネーションではないわけなんです。と申しますのは文楽は大阪で生まれた芸能ですので基本的には大阪のイントネーションで語っていくということなんですが、ただ浄瑠璃なまり浄瑠璃で、使われるなまりというのもございます。ですからそのまま今の関西弁のままではないんですけども、関西のイントネーションが使われております。で例えばですね、思いがけないこ声はどうして訳を聞かしてと言っていますけども、関東弁だとね訳を聞かしてっていうはずなんですね。訳を聞かしてっていうはずのところを、大阪のイントネーションですから訳を聞かしてというふうになっております。これをですね、例えば私が師匠の前で訳を聞かしてというふうなことを申しますと、師匠から「お前なまってるで」と。大阪のイントネーションが文楽では標準語ですので、関東弁を出しますと「お前なまってる」と言ってこう直されていくわけですね。では今のが、久松としますと、次お染ですね。この後の、鍵括弧でくくっている「訳はそっちに覚えがあろう」、ここからが、お染の言葉になります。訳はそっちに覚えがあろう。わしがことは思い切り山ヶ谷へ嫁入りせいと残しておきゃったこのここでですね、お染が手紙を取り出しまして、久松に渡すんです。でこれがね、なぜここで取り出すかというと、実は久松が、大阪を出発する前にですね書き置きを、お染に残しているんですね。でその内容というのがお染にとっては大変悲しい内容、自分たちの関係はもう終わらせましょうというような内容が書かれておりまして、お染はそれが悲しくて、野崎まで追いかけてきたわけですね。でその手紙をこう渡すんですけども、渡しながらこれちょっと、喜怒哀楽と先ほど解説でありましたけども、泣きの表現が入ります。この
少しだけですが、泣くような感情をここで表現するというわけです。じゃあ実際にやってみましょうか。はい、わけはそっちに覚えがあろう。わしがことは思い切り山ヶ谷へ嫁入りせいと残しておきゃった。このふみ。ありがとうございます。やっぱりね、なかなか普通こういうふうにまず声が出ないんですけども、やはり声楽やってらっしゃる、大変ねはっきりとした声でよかったと思います。このように、ここは泣くシーンですけども、例えば笑ったりするシーンもございます。今日のこの場面では笑うシーンはないんですけども、ちょっとそこ笑うどんなんですか、笑うっていうのね、いろいろ笑いもいろいろあるんですけども、これはやらなくていいですけども、例えば、侍が笑う場合ですね。ほうほうほう、たははははというような笑い方をします。それに対してましてね、じゃあ町人、今のは侍だとするとね、町人が出てきた場合、町人というのは非常に、リアルな表現をいたします。というような笑い方、笑い方がその身分によって、江戸時代ですので身分によっても変えていくということでございます。ではですね、次は慈愛、三味線が入る部分をやってみたいと思います。三味線弾きの鶴澤智之助でございます。よろしくお願いいたします。でこれはなかなかですね、はっきり申しますと、初心者が体験するような曲ではございません。切り場と申しましてね、一番、クライマックス、大変難易度の高い曲でございます。それを一部一生懸命覚えてきてくれてますので、今日はそれをやってみたいと思います。はい、で今、先ほどデモンストレーションでやった、文楽の本業でやる調子、音、チューニングですねが、基本的には、文楽でやる場合は、G、ソで始まる音程で、曲によって音程は変わるんですけどね、文楽でも、悲しい場面になればなるほど音程が下がっていくというかね、もう重要な場面になれば音程下がっていって、最初の導入部分は音程が高い、風に三味線の、チューニングを設定するんですけども、この今説明ありましたように一番大事な場面なんで低い音程でやりますし、文楽は太夫全員男性ですので、低い音程でやるんですけども、ちょっと女性でねやりますので、本業ではやらないんですけど、ちょっと半音だけ音程を上げてちょっと歩み寄るということを今日はします。ではもう一度文章をお願いできますか。でですね、はい。そっちじゃなくて先ほどの方でお願いします。すいません。で最初にですね、先ほど申しました、久松の言葉がございまして、そこから慈愛へとかかってまいります。では、最初に一回私が、語ってみたいと思います。これ声が高うござります。思いがけないこ声はどうして訳を聞かしてと問われてよ顔訳はそっちに覚えがあろう。わしがことは思い切り山ヶ谷へ嫁入りせいと残しておきゃっ
れこのふみそなたは思い切る気でもわしゃなんぼでもきらぬ。このくだりを、実際に、やってもらいたいと思います。まず気をつけること、先ほどですね、久松が最初喋りかけるんですけども、問われてからはずっとあとは遅めの表現になります。なので、なんていうんですかね、女性らしい、ことをちょっと意識してもらって、やってもらえたらと思います。はい、ちょっとじゃあ一回やってみましょう。頭がどう頭か。ああ、これ声が高うござります。思いがけないここへはどうして訳を聞かしてと問われてようよう顔をはそっちに覚えがあろう。わしがことは思い切り山ヶ谷へ嫁入りせいと残しておきゃったこれこのふみ。そなたは思い切る気でもわしゃなんぼでもきらぬ。ありがとうございます。これね、メロディーを追うのだけでも大変なんですけどもね、かなり覚えてきてくれてます。ありがとうございます。ね、なかなかこれとてもじゃないけどできません。覚えられないんですけども、でこれちょっと専門的になってくるんですけども、言葉の部分ですね、遅めの「わけはそっちに覚えがあろう」、最後の一番最後の字が大切で、例えばですね、わざと、下手にとかよくないようにやると「わけはそっちに覚えがあろう」、これはよくないんです。アローの「お」の最後の言葉の一番最後の音階が大事ですね。これを何も考えずにやると、全部下げてしまうと「わけはそっちに覚えがあろう」「わしがことは思い切り山ヶ谷へ嫁入りせいと」となると、その可愛らしさが遅めさんのそういう、その可愛らしい感じが出ないですね。わけはそっちに覚えがあろうあろで止めとく。あろここまで下がんないですね。あろわしがことは思い切りとこ下げない。思い切り山ヶ谷へ嫁入りせいとと下げたら楽なんですけど、嫁入りせいと残しておきゃったこれとこ下げない。このふみ。大変専門的になってきます。そのようなことをが、一番太夫のなんていうんでしょうか、しんどいところですね。その語尾を下げると非常に語る方は楽なんですよ。お腹の力入れなくていいので。ですけども、
そこを最後までお腹の力を抜かずに、たとえセリフの部分、これ三味線が入らないので調子が外れるとかいうことはないと思われるかもしれませんが、実は全部がこれ義太夫節の曲なんですね。だから単純にそのお芝居のセリフと違うのは、そのセリフのように聞こえますけれども、実はちゃんと音階があるという、全部が曲になっているというわけでございますので、そのちょっと語尾をね、ちょっと気にしながらやってもらえたらと思います。はい。ああ、これ声が高うござります。思いがけないこ声はどうして、訳を聞かして聞かしてと問われて、ようよう顔をはそっちに覚えがあろう。わしがことは思い切り山ヶ谷へ嫁入りせいと残しておきゃった。これこの文、そなたは思い切る気でもわしゃなんぼでもきらぬ。はい、ありがとうございます。だいぶお染めがね可愛くなったかなと思います。最初の久松も同じようにあわこれ声が高うござります。思いがけないこ声はどうして、訳を聞かしてこれも同じように語尾がもちろん多少は下がるんですけど、その気をつけるということですね。それから節は本当にほぼ完璧に覚えてきてくれております。ちょっと久松のところもう一回できない、そこだけ、はい。ああ、これ声が高うござります。これが実はですね、これがお染が久松にこうすがりついて、それに対して久松がこう止めているので、あんまりこの落ち着いてないというんですよね。そので実は、この部屋にはいないんだけども、隣にですね、親がいたりいろいろ他の人たちがいるので、あんまり聞かれたくないという話していることを聞かれたくないというのがあるので、ちょっと慌てて止めるんですね。これ声が高うござります。しかもこれちょっとひそひそ話で言っているので、あんまりこれ声が高うござりますって言うと、お前が静かにせよっていう話になってしまうので、なるべくですね、ちょっと小声のこれ声が高うござりますというこのひそひそ話感が出ると大変いいと思います。はい。ちょっとじゃあ久松のとこだけちょっと。はい。これ声が高うござります。思いがけないこ声はどうして、訳を聞かしてはい、ありがとうございます。そういうのちょっと意識するだけでもだいぶ変わってきます。どうしても音楽であるんですけども、お芝居でもありますので、その、お芝居の要素ですね、そのどういう状況、今この、お染と久松がどういう状況で話をしているのかということが、お客さんに分かるように、説明語っていくというわけでございます。これが先ほど私がやったように、このひそひそ話をですね、あまり大声で語ってしまうと、聞いている方々は何をやってるのかね、
分からなくなってきますので、そういう、ところに注意をしながら語っていくということになります。で節のところちょっとなんか注意点ありますか？ちょっと完璧に仕上げてこられてしまって注意することがね減ってしまいましたけどね、前回の文楽劇場にね来ていただいて稽古して、でさっきも早く来ていただいたんで、控え室でもお稽古したんですけども、その時に言わせていただいたのはその顔を上げっていうところなんですけども、ちょっと語ってくれますか？えとわれていよいよ顔ここなんですけども、これは実はですね三味線が先にガイドボーカルの役目を果たしておりまして、完璧に覚えてきすぎて三味線と同じように音程をたどられるとガイドボーカルにならないので、三味線が弾いた後からその音程についてきてくださいねっていうのは言ったわけですね。だから、顔をってこっちが先に音程を示して、その後に太夫がついてくるっていう構造になってるわけなんですね。それをって言ってしまうとガイドボーカルさせてくれよというね、そういう議題節はそういう音楽なんですね。先に次はこの音程ですよとか、ここでブレスをね息継ぎをしてくださいねとか、次の人物のテンポはこれでいきますよっていうのを三味線弾きが全部提示していく音楽なので、そこだけちょっと後からついてきてくださいねって言ったらすぐに修正してね完璧にしちゃうっていうね、さすがお上手。でですね、先ほどガイドボーカルって話がありましたけれども、基本的には、三味線の方が太夫より少しね先々と入っていくわけなんですけれども、実は、今日やっていただく部分では、難しい箇所がありまして、その後のですね「そなたは思い切る気でも」というところが、最後の方に、最後の後ろから3行目の一番下の方ですね「そなたは思い切る気でも」、ここまでが言葉なんですけども、わしゃ、私はと書いてますけど、わしゃ、ここからですね三味線が入らないのに節になるという大変ちょっと高度なところが出てまいります。で、じゃあ三味線が入らないのに、先に太夫が語り始めます。でその後三味線が入るので、ここでですね太夫が、調子をですね、見失うと、後で三味線が入った時にですね、あれちょっと太夫さん調子外れてませんかというふうに、分かってしまうという大変恐ろしい箇所がございます。そなたは思い切る気でもわしゃ、先にわしゃとこれは音階にかかってるわけですね、こちらが。でその後三味線が来るので、ここで例えばですね、ちょっと外すの難しいですけど、思い切る気でもわしゃ、ここが調子低かったり高かったりすると三味線と合わないということが発生してしまう。じゃあどうするかというと、もうそれまでの三味線の音をなんとなく耳で覚えてるわけですね、その調子を、チューニングを。それでここだなっていうところで太夫が出ていくと。非常に難しい、なんでここを取り上げたのか、大変難しい箇所になりますね。そして、これを我々の方では係と呼んでおります。三味線が入らないのに先に太夫が慈愛にかかっていくということで、係という部分、技法が、ここで入っております。そこちょっとやっぱり難しいですね。はい、すごく難しいです。そこちょっとでも、これいきなりね言葉からやるとあれなので、この文というところからちょっとやってみますかね。残しておきゃったこれこの
きてもわしゃなんぼでもはい、バッチリ調子が外れませんでした。完璧でしたね。その「わしゃ」というのが単なるセリフではなくて、これが音階にかかってるわけです。でそれが三味線が入ってないのにもかかわらず、そこの音階に行かなくてはいけない、そういう難しい箇所が含まれております、はい、というところでございます、はい、では、太夫の解説と、体験のコーナーをここで終わらせていただきまして、引き続き三味線の方へ移らせていただきます。では、上野さんに後ほどね、実際に、語ってもらうことになっております。後ほどよろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。上野さん本当にお上手ですね。普段声楽を学んでらっしゃるということですから、声がいいのはもちろんなんですけど、耳もいいんでしょうね。その五線譜もないのに今回どうやって覚えたんですかって先ほどちょっとお聞きしましたら、睦見太夫先生の語りをもう口移しで教えてもらったのを丸覚えしたんだっておっしゃってました。はい、それではお三味線のご準備をしていただいている間に、ちょっと実は文楽は太夫さんも三味線弾きさんも男性でないとなれないんですけれども、それとは別に女性の太夫さんと女性の三味線弾きさんがコンビを組んで演奏する女流義太夫という分野がございまして、もう上野さん明日からでもそっちやったら舞台に立てるんではないかなという気がします。今日誰かスカウトに来てませんかね。はい、それでは続きましてお三味線の方をお願いいたします。松浦さんもステージへお願いします。はい、続きましてね、三味線の、ワークショップとねに移りたいと思います。やっていただくのは、ギターも勉強している、松浦風太くんです。よろしくお願いします。はい、彼もね、さすがその芸大で楽器やってるだけあって、その4月ね、4月公演の間に来ていただきまして、稽古、1時間半ぐらいねやりましたけども、覚えが早い。もうね、三味線弾きになってもいいよはい、はい、いつでも待ってますけども、はい、それなんですけども、三味線、文楽の三味線っていうのは、基本的には基本的にというかね、この三味線を使っておりますけども、日本の三味線っていうのは3種類あるわけなんですね。で、何かと言いますと、私が今持ってるのが太棹三味線。この棹っていうのはこのギターでネックの部分が太い三味線で、細棹三味線というのがあります。細い棹の三味線、それで間に中棹三味線、中ぐらいの棹の三味線あります。この3種類が日本の三味線なんですね。あとそのルーツになったと言われている沖縄のね、ちっちゃい三線とか三味線と言われているものもありますけれども、本土に渡ってきて、琵琶法師さんとかがね改造して作られたという説が有力やと言われていますけれども、この3種類の三味線の中で文楽が使っているのはこの太棹三味線だから、日本の三味線の中で一番大きくて重たい大きい三味線を使っております。これなぜかと言いますと、舞台ではね、文楽劇場は700人以上入りますけども、マイクなしで演奏しているわけなんですね。だから太夫もマイクなしで語ってますし、それに負けない音を出すために一番大きい三味線を使っているわけですね。でちなみに太棹三味線では津軽三味線も実は同じ太棹三味線を使っているわけですね。だからCM とかなんかで津軽三味線の音色を聞いたことある方多いと思いますけども、全然音色が違うわけなんですね。同じ本体なのに、何が違うかと言いますと、この胴体の上に乗っているこの黒いこれコマっていうね、糸を持ち上げるためのブリッジですね。こうすれば分かるかな。こんだけ糸がこう持ち上がっているわけなんですけども、こうか、はい、だいたい津軽三味線の2倍ぐらいの高さを持ち上げているわけですね。もちろん中棹細棹全ジャンルの三味線はこれのやっぱ半分ぐらいの高さの糸のね弦の持ち上げ方なんですけども、文楽の三味線は大きな音を出すため、それから侍とか力強いね人物の音を出すためにこういう高く弦を持ち上げているわけなんですね。
だからで糸はこれ絹糸、絹の糸を使っております。まあそれは三味線弾き他のジャンルの三味線も大体絹糸なんですけども、その糸の太さがやっぱり文楽の三味線はすごく太い糸弦を使っております。そしてさらにまあ特徴的なのがこのバチですね、三味線を弾くための弦を弾くためのものですけども、これも義太夫の文楽の三味線だけ独特でして、こうかな、こう、はい、先まで厚みがあるの分かりますかね。あのカメラね、はい、これ大体1センチ弱8ミリぐらいありますかね。この普通のっていうか他の文楽以外の義太夫節のね、義太夫の三味線以外のこのバチは先が薄くて尖ってるわけなんですね。もうこう端っこも尖っててチクチクするような。でも文楽の三味線っていうのは先まで分厚く、もう言ったら鈍器みたいなもう塊なんですね。象牙 100% の塊なんですけど、大体 300g、これは 300g 以上ありますけども、大体 300g 前後の象牙の塊を使っております。これによってだから先ほど言いました大きな三味線で、しかも太い弦を高く持ち上げてこの分厚いバチで弾くと激しい侍のような音だったりとか喜怒哀楽の怒りの音とかも出せるわけなんですね。実際にどんなんかと言いますと、普通に弾くとで、そういうね侍の音を出すとこういう打楽器的な音も同時に出せるわけなんですね。例えば、男前のお兄さんが出てくる。お待たせみたいなね、タタタね。これが大きな武蔵坊弁慶とかね、鎧武者、プロレスラーとかねが出てくるとなると、お待たせとなるわけですね。同じ旋律を同じようなテンポで弾いたんですけども、この弾き方を変えることでその状況を音でお客さんに伝えていく、これは三味線弾きの大事な仕事になるわけなんですね。でこのさすがに内鉢まではね、この分厚い鉢をまず初めての人が持つだけでもう小指が痛くて仕方ないんですね。なんでかと、分厚いってさっき説明しましたけど、この下も分厚いので、この持っていると小指わかるかな、こう小指にねタコができるんですね。ここの小指の付け根に、もう一本指が生えてくるんじゃないかみたいなねタコができるんですけども、これバチダコと言いまして、このタコを作ることでこのバチが滑らないように固定できるようになるんですね。ここの小指で引っ掛けてるんですけども、このバチダコが作らないとツルツル滑って弾きにくいわけなんですね。だから肉体改造ありきの楽器っていうね、なかなか痛い楽器なんですけども、正座も痛いですし、もうバチ持ってるのも痛いし、あと左手は爪で押さえるんですけども、爪がどんどん削れて深爪状態になって、激しい演奏しすぎると血が出てきたこの黄色い弦がね赤く染まったりっていうね、とても楽しそうな楽器でしょうはいなんですけども、でこういう先ほどねありましたように、太夫は語り分けをして三味線弾きを人物によって弾き方を変えるわけですね。さっきも男前のお兄ちゃんとプロレスラーみたいな言って弾き方を変えることで、その物語を音でお客さんに伝えていくのが大事な仕事になるわけです。でその彼にねやってもらうところね、さっき上野さんもね随分語ってくれましたけど、今度はその睦見太夫さんに語ってもらいながら彼に弾いてもらうということになるんですけども、じゃあ、三味線持ちましょうか。そうですね。でちょっとやっぱり膝と膝をね広げ気味で、はい、そうで彼もね楽器には慣れてるんですけど、やっぱこのバチが痛いと訴えられております。はいはい。でも本当に調弦はどうですかね。オッケー。はい。では、もうとりあえず一遍やってみますか。この稽古の成果を
とりあえず皆さんにまず見てもらって、ちょっとね注意点とか変えるところがあれば後でちょっと注意させていただきます。ではお願いします。これ声が高うござります。思いがけないこ声はどうして、訳を聞かしてと問われてようよう顔一旦ここね、今一旦ここまででしょうか。はいはい、よいしょ。すごいでしょ。これまだに稽古して今日2回目、ほぼさっきちょっとやりましたけど 2.5 回目でこんだけ弾けるってもう三味線機慣れますでは彼が今見ているその譜面があるんですけども、僕はちょっと彼分かるように作ったものをちょっとこっちにも映してもらいましたかね。はい、これちょっとこの間僕が頑張って作ったんですけども、これが私たち三味線機が見ている譜面で舞台では結局最後アンプして出なきゃいけないので、これは最後覚えるんですけども、師匠先輩方にその譜面を借りて自分で書き写して、で最後稽古して覚えて舞台に出るという形なんですけども、で彼ちょっとだけその文化譜というか長唄の三味線もちょっと知ってるということなんで、この訳を聞かしてとってね、3行目の下になんか土みたいな変な記号がありますけども、あれが僕たちが使っている、赤っていうか朱色の朱と言ってるんですけども、記号なんですね。譜面のこれ実は「た」の「た」カタカナの「た」が変形してああなってるんですけども、どれがどうなったらああなったか分かんないですけどもね。でそれだけじゃもちろん彼ねいきなり無理なんで、横に3、5中って僕が書き足したわけですね。それは何ていうかと、3弦の文化譜っていう他の邦楽では使われがちなちょっとポピュラーな譜面があるんですけども、3弦一番下の細い弦を上から5番目の壺で中指で弾いたらいいよっていう意味で僕がちょっと書き足していったわけなんですね、全部の音に。これでちょっと自習してきてねっていう形でやったらかなり覚えてきてくれたというね、すごいもう天才かなはい、なので、訳を聞かしてとそうでもね本当はもうちょっとしっかり弾ければいいんだけど、かといって、稽古の時も言いましたけども、この間とかも一生懸命弾こうとしすぎると今度そのやさ男が吹っ飛んじゃうわけなんですね。久松という慌ててどうしたなんでっていうやつなのにダーンってこうベーって無遠慮に弾いちゃうともう物語が吹っ飛んでしまうので、そこは優しくそのお染ちゃんになんでっていう感じで弾くんやでっていうことなんですね。聞かしてとそう優しいね、上手ねはい、はい、で問題はそのさっきの上野さん太夫さんにも言ったところなんですけども、顔上げのところがものすごい、譜面がいっぱい小ずんでおりますけども、いっぱい弾かなきゃいけないんです。それでしかも太夫より先行して弾いてあげないと太夫は語れないんですね。だからそこがなかなか難しいところだったんですけど、さっき上手に弾いたんで、すごい。はい、もう一回じゃあ問われてよよからやっていただけますか。指すりを用意しております。ごめん。ありがとうございます。指すりを渡すのを忘れておりました。指すりというのは、左手にこう、かけておりますけど、このどうしてもね竿がですね木で汗かいてくるともうここが滑らなくなってしまうんですね。なので毛糸で
編んだこの指すりという、指すりというね、この指掛けとか呼びますけども、これをかけることで自分の汗が、かいてもここでこうスライドするのに、次の押さえる場所に行くのに素早くスムーズにいけるという。指すりなしでよう弾いたねすごい。はい、ではヨーヨーからいきましょうか。問われてヨーヨーから。訳を聞かしてと問われてようようはお上手はい、すごいちゃんと太夫より先に弾いてちゃんといけてました。本当そこがね一番稽古でもネックやったんで、何回もここばっかり練習してたんですけども、本番に強いしね、バッチリ語りやすいいただきましたはいで欲を言えば、最後の、この前から彩りをつけてるその顔上げの後ですね。でここで言ったらお染さんのこれを弾いて訳はそっちにっていけるようなこの憂いを含んだ旋律がきれいに弾けると、なお次にね太夫にも渡しやすいし、その雰囲気がお客さんに伝わるってことだね。難しいもうでもちゃんと言った通りに、実はこの左手の処理として2つ目、だからアーゲのこのアーゲの下から3つ目の音ですね。土みたいなやつがこの音なんですけども、これをただ何も技を使わずに弾くと、でも左手をちょっと使いますと、技を使うと弾いてから左手を少し動かしているんですね。それによって模様を出していくわけなんですね。その気持ちを表現していくということを一応もしできたらやってねっていうのをちゃんとやってくれているという、素晴らしい。じゃあその後から訳をそっちからお願いします。訳はそっちに覚えがあろう。わしがことは思い切り山ヶ谷へ嫁入りせいと残しておきゃったこのふみ。そなたは思い切る気でもわしゃなんぼでもきらぬ。惜しい惜しい。そのねこの彼が勉強しているギターとかは、フレットがあるわけですね。フレットっていうのは、この竿に横棒があるわけですね。その上から何個目っていうのが視覚的にも分かるんですけども、この言った三味線っていう楽器はフレットレスの楽器なんですね。分かりやすいのはバイオリンとかと一緒で、その印がない楽器なので、感覚勝負なところがありまして、で彼稽古でも一回もそこ外してなかったのにここで外すっていうすごい可愛らしいありがとうみたいなそこで緊張するんやっていうね、さすが。はい、話者のところは
本当はわしゃそうできるんですね、これがそうさっきちょっと緊張しましたけども、はい、さっきの、残しておきゃったこのふみの、弾き方ももちろん優しくも弾かなきゃいけないですけど、ちょっと入りが早いんですね。これふみちょっと先はもう太夫がやっぱり終わった直後もうギリギリを狙う。先に弾いてもいかんし遅れてもいかんですけど、ギリギリを狙って風味の余韻が消えた瞬間を狙っていく。そうするとそこでブレスもできるわけですね。太夫は息継ぎもできるんで、はい、そういうところとわしゃの、ツボね、音程を気をつけて、もう一回じゃあ、残しておかったからでも残しておきゃったこれこのふみそなたは思い切る気でもわしゃなんぼでもきらぬ。欲を言えば最後のチーチーンがもうちょっとつなげてチーチーンツーン、そうはい、まあこんだけ弾けたらもうすごいね、問題はこのバチが痛いのと正座が痛いのとねこれは僕らももちろん同じ問題を抱えておりますけども、ある程度は慣れとある程度は諦めということですね。本当にもう国宝の初版方でもやっぱ舞台終わったら足痛い言ってはるんで、それはもうしょうがないんですけども、はい、こんだけ弾けたらもう大丈夫よねはい、もちろんさっきのこれふみも入りは完璧やったけど、今度ビビりすぎてもうちょっとしっかり鳴らさなきゃいけない。でも稽古でも言ったけど、ここで荒々しい、最初稽古で彼が弾いたのはこのふみ、こういうね、こういうことをしちゃったんですね。もうかなりお染ちゃんキレてんなみたいなね感じで弾いたんで、いやそんな今泣いてるからねっていうね、で今はちょっとビビりすぎて、聞こえへんってなるんで、やっぱ優しくとこう弾くっていうのが大事になってくるっていうわけです。じゃあその本番はそこにも注意してやりたいと思います。じゃあ次は人形に移りたいと思います。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。三味線をゆっくり前に置きまして、ちょっとはい。じゃあこれで、稽古終わります。ありがとうございました。はい、じゃあ次は人形の方に移りたいと思います。はい、立てるかな。無理しないの、ゆっくり。はい。座ってる時は結構様になってましたですね。普段はポピュラーでギターを弾いておられるんですけれど、お聞きしましたところ、そのポピュラー音楽コースでもちゃんと長唄の授業の時間があるんだそうです。だからああやって持っててもバッチリだったなと思います。国立文楽劇場には産業の技芸員を目指す人たちの養成所がございます。研修生っていうんですけれども、募集してますので、よろしかったら一度見学にお越しください。それでは人形に移らせていただきます。お待たせしました。上原さん、スタンバイお願いします。はい、続きまして、人形の解説とそしてワークショップ、担当いたしますのは人形浄瑠璃文楽座人形使いの木竹勘次郎です。どうぞよろしくお願いいたします。
今日配信もございますということで、文楽をね初めてご覧になる方が大勢いらっしゃると思います。まずはね文楽の人形の構造というのをねちょっとご説明したいと思います。綺麗な先ほど演じておりましたお染ちゃん、じゃあちょっと頭をちょっと抜いていただけますか。はい、私たち人形の頭の部分を漢字で首という字を当てて頭と呼んでおります。はいね、スッと抜けて出てまいりました。美しい顔の下に操作をする部分、戸口と呼ばれる部分がございます。私たち人形使いはこれをね左手で持って操作をしているんですね。頭にはいろいろな種類がありまして、その種類に応じてはいろいろ顔の表情が変わる仕掛けというのをつけているんですけれども、こちらの、お染ちゃんの頭、名前種類としての名前は娘という頭を使っております。だいたい10代前半から20代前半の未婚の女性に使われる頭でして、やはり先ほどのデモンストレーションでもあったように、久松さん、男前なねイケメンと恋をする、そんな役柄に使われるような頭ですので、顔の表情を変えるね仕掛けなどを彫ってしまうと、照明に当たるとねちょっと影ができて表情がきつく老けてしまうんですね。そうならないために実はこの娘の頭には、そういった仕掛けを施しておりません。ただ無表情かというと、ちょっとね顔をちょっと下にうつむくとちょっと憂いのある悲しげな表情になりますし、少しね顔を上げてこうね揺らしてみるとちょっとなんか楽しそうな表情、そんな風に見えるかと思います。戸口の前には溝が掘ってありまして、竹のね、このような線がついて、との字型の線がついておりまして、そして頭の中の仕掛けとつながっているんですけれども、この仕掛けとこのとの字型の線をつないでいるのは、先ほどまでねあちらで演奏していた三味線引きさんの三味線の太棹三味線の真ん中の糸、二の糸を使っているんですね。非常な丈夫な糸ですので、こういった人形の細工に仕掛けにもね使われているんです。そしてこのとの字型の仕掛けを中指でぐっと押さえながら、人形を私たち構えております。このとの字型の仕掛けを動かすと下を向くと、引くと動く、連続して使うとねこううなずいて見えるようにね、できるわけですね。ではねまたこれを一緒にね指していきたいと思います。続いて私がね手渡されたもの、これは舞台下駄と呼ばれるね高下駄なんですね。今日は、こういったワークショップ公演ということで、何もない舞台で私、人形をね使っていたんですけれども、実際文楽劇場ですとかねお芝居になりますと、二尺八寸足隠しの手すりがね設置されます。私たち人形使いはその上に人形を差し上げて使います。ただ人形の大きさですとか人形の身長の高さがね様々ですので、この舞台下駄で全ての人形の足がね地面が同じ高さで使えるようにこの舞台下駄で調節しているんですね。そして後でも説明しますけれども、私がねこの舞台下駄を履いて一段高くなりますとね、足使いを使う子が少し楽に使うことができるわけなんですね。ではちょっと人形をね持ってみたいと思います。頭を使う人、左手で頭を持って右手でね人形の右手を持ちます。私両手使わなければいけないのでね、このマイクがね、持つことができません。なのでちょっと森西先生ちょっとお手伝いをお願いいたします。では今ね背中に開いている穴からね、私が左手を差し入れて先ほど説明していた戸口を持っております。そして空いた右手で人形のねこのように右手を持つ、これが主使いと呼ばれる役割で、この一体の人形のリーダーとなる存在なんですね。では3人で使いますので、あと2人の方に手伝っていただきます。自分の両手でね人形の両足を使う足使いが1人、そして自分の右手で人形の左手を使う左使いが1人、3人使いこのような形で使っているんですけれども、私たち人形使いは無言で人形を操ります。では3人どうやって息を合わせているのかというと、この主使いから2人に対して合図が出ているんですね。その合図というのは頭の動きですとかこの人形の肩の動き、そして主使い自身の動きによって出ております。ではまず簡単な例で右手で右を指して左手で左を指すという動きをしてみたいと思います。何事もなく出て何事もなく戻ったんですけれども、これが私がね合図を出しておりませんと
こんな風にしてもね左手出てこないですね。これは左手を出してくれない左使いが悪いわけではなくて、きちんと合図を出していない主使いが悪いわけですね。人形の右手はね主使い自身の手で操作をしておりますので自由に指すことができます。左手を使ってほしい時には一度頭を反対側に振って、これが左使いさん用意をしてくださいねという合図となっております。そこから肩を落として見たい方向を見ますと、その目線の先に左手を差し出してくれて初めて指すという動きができるんですね。続いて足なんですけれども、足使いはですね自分の右手のどこかが主使いの左の腰のあたりにねずっと当たっているんですね。これで合図をね送っているんです。ではちょっと女性の人形でね立ってみたいと思います。私がね立ち上がると、人形が立ち上がるとちゃんと足を動かしてね、足使いさん寛昌くんが足を動かして立ってくれます。続いて歩きます。女型の人形はですね実は足をつけておりません。男の人形には木でできた足をつけることが多いんです、足をつけているんですけれども、女性の人形は足をつけずにこの着物の拭きさばきによって足を表現しております。ではちょっと走ってみたいと思います。走るとちょっとつまずいてしまいました。おーっと、危なかったわとなるんですけれども、何もないね、足がないと言ったのに綺麗な膝ができております。この膝の中身は足使いのね握り拳がこのように入っているんですね。これもいい位置に入れば綺麗な膝に見えるんですけれども、慌てて変な位置に入ってしまうとこれね膝に見えないですね。ただ皆さん見ていただくと分かる通り、足使いさんね人形の後ろから、そしてね非常に低い姿勢で使っております。なのでこの縦膝の握り拳を入れるというのが、人形使い足使いのね修行の一つ難しいところでございます。そして私たち、人形使いはまずこの足使いから修行が始まります。足使いを10年から15年、そして左使いを10年から15年かけてね30年以上の時間をかけて一人前の人形使い、主使いになれるように私たち日々稽古をしているわけなんですけれども、本日はね、英二君にこの足使いをね体験していただきたいと思います、ね、では早速この足の方をね英二君に持っていただきたいと思います、ではお願いいたします。じゃあちょっと足の持ち方ですね、ちょっと失礼します。ちょっとその足いいですかね。足はですね女性の人形着物を拭きさばきでね歩いている表現言いましたけれども、足につまみというものを作っておりまして、そこをね足使いが人差し指と中指でつまんでいるんですね。右手左手でね、じゃあちょっとつまんでいただけますか寛昌君。そしてこれを前後させると足がね動いているように見えるわけなんですね、ではまた英二君に持っていただきたいと思います、ちょっと見やすいようにたもとね持っておきましょうかね。ではまず、立った姿勢でございます。立った高さもその手すりの高さだいたい2尺8寸というね手すりになっているので、だいたいそれぐらいの高さ、この場合はちょっと宙に浮いて見えるんですけれど、私たちこの高さ決まっております。では座ってみたいと思います。座る時にはこの人形がスーッと静かに座ってまいります。座るとそうですね英二君、足をこの2つに折りたたんでね、着物を折りたたんで、この着物自体が少し綿入れになっているのでこのね座っているように見えるわけですね。ちなみに英二君も今日初めて持つわけではなく、今日のね開演前1時間ほどちょっとねお稽古をしておりますので、ちょっと座ること上手にね今座れているかと思います。ではね今度立ち上がってみたいと思います。では立ち上がるとき、立ち上がってみるね。立ち上がるとき合図というのは主使いのこの重心移動が合図になっているんですね。先ほど言った左の腰のあたりを足使いの右手のどこかが当たっているのはこの体重移動を察知してもらうということなんですね。では立ち上がります。私が左足で立ち上がりたいときに一度右足に重心が、動きます。これが合図の一つになっています。そこから体重移動をしながら左足を出すと、どうでしょう、左足キュッと、腹筋をねしっかり前に、そうです腹筋をね大きくね前後にね動かしてください。そこからスーッとまたね人形が立ち上がります。では今度はね歩きます。
歩く時、このおもづかいの足取りと人形の足取りがね同じになるように、ではねエイジ君拭きをさばいていってください。歩く時も体重移動から始まります。いきなりねポンと歩き出してしまうと左使いも足使いもついてこれませんので、一度左足で歩き出したい時には右足に体重を残せて左、ね、右、どうでしょう、拭きさばきしてるでしょうか。そうです、そうですね。じゃあちょっとその場で歩いてみましょう。どうぞ続けてください。右左右左右左。では、はい、いいですね。では今度はね走ってみたいと思います。走ってもらえますかね。走る時もね、ちょっと先ほどもお稽古しました。大きく走り出す時は一度ね後ろに少し下がります。そこから合図がね、ちょっとね合図が受け取れないですね。難しいですね。はい、一度下がった時にここでポン、そう、この1が合えばね、あとは走り出しがね、1が合えばあとは2、3とね続けて踏んでいけばいいのでね。いきます。そうです、走っていってで立ち止まります。そして座る、ね、で座って、じゃあね、じゃあ次座ったところから縦膝でございます。ちょっと先ほどもお稽古しましたけれども、先ほどね中を見ていただきました。右手と左手でつまんでいますね。着物の一部分を指でつまんでいるんですけれども、じゃあ右の縦膝をねしてほしいとき、やはり私も右の縦膝をしてほしいときには右足を出さなければなりません。右足を出す前にいきなりやはりキュッと右足が出てしまうと左使いも足使いもついてこれませんので、一度大きく後ろに下がります。そこから握り拳を出す。どうでしょう。かなり綺麗に出てますね。はい、そうですね。いいですね。いい位置に出ております。そして大事なのが、そうですね、ちょっといいことがあると後ろ拭きです。我々言う後ろの拭き人間でいうと今私が出ている右足がこの膝だとすれば、この左足の部分ですね、この後ろの部分、今これを見るとちょっと斜めになってますね。人間でいうと地面はここにまっすぐついているので、エイジ君もうちょっと自分の体をしゃがんでください。縦膝の位置はそのままで自分自身をしゃがんで、この赤い拭きをもっと左に、そうです、ここに持ってきます。そうぐっとここでね、より綺麗にちょっとなったと。この拭きをねもうちょっと落とし込む。はい、これで綺麗な縦膝できましたね。では最後にそこからまたねずっと縦膝してるわけにはいかないので戻らなければいけません。出した右足から離している右足を引いて、先ほどのつまみを持って座り直す。なかなかいいですね。これからねやってもらう、皆さんね発表でやってもらうのは、先ほどお染めのね実践の中の冒頭の部分です。久松さんに走っていって取り付いて、そして縦膝をして、そしてまた座り直すっていうね一連の動きを、この後やるんですけど、まずちょっとねその一連の動きそのまま練習しましょうかね。じゃあちょっと後ろに下がって、立ったところから始まります。はい、立ったところから始まりますね。久松さんがねいると思った位置に、じゃあまず私走っていきますね。はい、いきますよ。そう足拍子もね、そうトントンと足をしてもらって、で座ります。座ってでこちらね上の上半身の動きで膝についてね、一度泣き崩れます。泣いておりますね。しくしくとね久松さんのセリフがねありまして、顔を見上げてね、ちょっとね上半身の動きがねございます。で袖を一度ね入れて、さあもじもじここいきますよ。はい、縦膝いきます。大きく、はい、そうですね。膝を出したらじっとしてましょう。そうじっとしてないとね、足だけ動いてるとね。さあそこからでは次戻って座り直す。
ちょっとね戸惑います。やはりねここが難しいですね。やはり縦膝というのは非常に難しい動きで、ちょっと感触人形なしの状態でどうやって縦膝の時の動きをしているのか、ちょっと動いてみますか。じゃあエイジ君もちょっとそれをね見て、じゃあ走ってそうですね、全体的な動きをやってもらいましょうかね。足使いがどんな動きをねしているのか、おも使いの動きに合わせながらねですけれども、じゃあちょっとやってみてもらいましょう。まず走っていきます。走りながら吹きをねさばきながら、両手で吹きをさばきながら足拍子といって両足を踏みながら使っております。使いながら人形は座ります。止まったところでスッとね座ります。はい、これ座った時はこのような形になります。やはり人形が座りますので、頭が出ているとね人形に当たって邪魔になってしまうんですね。なので上体を反らしてね、人形使い、主使いや左使いの邪魔にならないようにしなければならないのが足使いのまた一つね難しいところです。では座ったところから、じゃあ感触縦膝お願いします。はい、一度持っていた吹きをね一度離して、実は今左手でね両方の吹きを持っているんですね。持った状態で後ろに流して、そして空いた右手で握り拳を出すと、実はこういう動きを一瞬でねやっているんですね。ではどうでしょう、もう一回練習してみましょうかね。はい、やってみましょう。もう一回ね。ただね走り出しの時の足拍子とかの動き出しは非常に合っていたのでね、すごいことだと思います。やはり文楽の人形で大事なのは3人が一体となって扱う、そしてその一体となる動きは全て主使いの合図によって動き出されているっていうのが一つ難しいところなんですね。ではいきますね。も上半身の動きがねちょっとね人形を使います、ね、使った後座った状態でちょっと動いて、ねはい、ではいきますよ。よいしょ。だいぶ良くなりましたね。はい、膝がかなりスッとね出ております、ね、元気よく。ちょっとねこっちに巻きすぎですかね。はい、こっち側に。そしてかなり今引っ張られています。人形がねぐっとね引っ張られるんですね。3人で使ってますとね、この衣装というのは一体化なので足使いがね強く引っ張られると、ここ難しいのはたるんでしまうとこれおかしいんですよね。間が空いてしまうと肉体がつながってないように見えるので、つながっているように見せるためには引っ張らない程度に引っ張らなきゃいけないという、何言ってるか分かんないですね僕もね。ただそういういいバランスで人形のこの足の部分を操作するですね。はい、ちょっとでも今いい形ですね。ちょうどいい位置に膝が出ております。足を離したところから吹きをね、この難しいのはやはりこの後ろの吹きをこの左手をねもっと後ろに自分の肩の方に持ってきてください。よいしょ。肩の方に持ってきて、自分自身の肩ももっと下げる。下げると吹きが下に落ちます。この吹きはなるべく落とす。これが難しい。あんまりでも全体的に下行き過ぎると手すりの高さ、本来の地面の高さが下がってしまうのでね、そうならないようにこの吹きをね操作する。でもかなりいいですね。かなりいい形になっております。はい、ではそこからね、はい、縦膝の姿勢から、ではね、縦膝の姿勢からじゃ座ります。はい、この位置ね、この位置から戻ります。右ね、出した握り拳をスッと戻して座る。足の形がとっても不思議なことでね、そうなんです。ちょっとねぐちゃっとなってしまいましたね。一瞬でね戻す。一瞬でこの綺麗なところまで戻す。もう一回やってみましょう。はい、これはね足使い言葉で説明すると今の通りなんですけれども、それをやるためにはやはり体で覚えなければいけません。私たちも毎日のね文楽劇場や国立劇場の舞台を務めて、なんとかこの体で覚えると、考えるまでもなく縦膝ができるようにねしなければなりません。もうちょっとできますかね。はい、じゃあ最後もう一回
はね最後通してちょっとね次は発表会ね今度ねやっていきたいと思います。ではね走ります。いいですか？走ります。走り出し。はい、これトン、そうトン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 で座ります。ね、座る。こっちはね上半身の動きがちょっとねございます。ね、上半身の動きをした後に、ね、いきますよ。縦膝をして、はい。ね、どうでしょう。あ、いいですね。あ、そうですね。ちょっと握り拳の位置をもっと下に、そしてもっと突き出してください。そうです。そう、このね吹き先、この下のね赤い部分、下の赤い部分と、そして膝の部分、膝もっと引っ張っていいですよ。もう少し引っ張ってください。前に出してください。そうです、そうです。それぐらいです。これ今ぐらいが引っ張らず、こちらも負担がないね、いいバランスになっております。で、そこから座る、スッと座る。はい。なんとか座れましたかね。はい。ではね、ちょっと短い時間ではございましたけれどもね、お稽古は以上として、これからね、3人の今ね稽古した3人のね成果をね発表していきたいと思います。ではよろしいでしょうか。はい、ではちょっと準備の方ございますのでね、我々も用意をしたいと思うんですけれどもね、はい、大事なのがあります。久松役をね今会場にいるどなたかにやっていただきたいです。私が久松になりたいという方、勇気ある久松になりたいという方、挙手の方をお願いいたします。いらっしゃいませんか？目が合っている。いや、もうどうぞ出てきてください。いい位置にもう最前列でいらっしゃいますから。はいでは久松さんはこちらに立っていてください。はい、もう立っているだけでいいです。立っているだけでお染さんがバーッと寄りついてきますので、恋人がね来たというつもりでちょっと優しげに見ていただけるとよりねお芝居が深まるんじゃないでしょうか。では私の方もねちょっと準備をしてまいります、したいと思いますので少々お待ちくださいませ。ありがとうございました。上原さんは今回の話が来るまで文楽を一度もご覧になったことがなかったそうです。事前にね映像は見てくださったそうですが、今日初めて人形の足を持って、足拍子も踏んでくださいました。前が見えないんですよ、足使いって。でしかも姿勢を低くしなければなりませんので肉体的にも大変だったと思います。それでもね立派にやってくださいました。それでは皆様お待たせいたしました。今までのワークショップの成果を実際に学生の皆さんに発表していただきます。肩衣もついたんですね。はい、本格的になりました。ご準備はそちらよろしゅうございますか？はい、お願いします。声が高うござります。思いがけない小声はどうして訳を聞かしてと問われていよいよ顔を
思い切り山ヶ谷へ嫁入りせいと残しておきゃったこれこの文そなたは思い切る気でもわしゃなんぼでもいきらぬ。ありがとうございました。はい、ご指導いただきました秋芸員の皆さん、そして、学生の皆さんもありがとうございました。ちょっとね、学生さんにせっかくですので感想をお聞かせいただこうかと思うんですが、マイクはあるでしょうか。そこはある。じゃあ順番にお聞きしますね。まず上野さん。はい、どちらでも座ったままでも。今日はどうでしたか。はい、貴重な経験をさせていただきまして本当に光栄だなと思っております。このような機会をいただくことも、ないですし、やはり日本の伝統芸能ですか、触れていくべきだなというふうに今回一度体験させていただくだけでもすごく強く感じることができました。私がその文楽を見たのはすごい昔で、しばらく自分の芸術研究を頑張って精進してきたんですけれども、これからもねちょっと足を運んでみたいなとか、少し中のこういうプロフェッショナルな方々に直接教えていただくなんていう、やはりこの貴重な経験ですね、これから自分の芸術の研究にも生かしていきたいなと思っておりますし、私みたいな、初めての経験でもここまで今回だったらこの2人の久松とお染ちゃんのこのやり取りだったりもすごく面白くって勉強になりましたし、これからも楽しみたいなと思う芸術の一つとなりました。この度はありがとうございます。はい、ありがとうございました。続きまして松浦さん。はい、ありがとうございます。さっきちょっと紹介していただいたんですけど、大学の方で長唄の三味線を3年ほど習わせていただいてたんですけども、こういう太棹の三味線っていうのを知ってたんですけど、まさかこんなにプロの方々に教えてもらって、しかもこうやって三味線だけじゃなくて合わせてできるなんて、すごく貴重な体験をさせていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございました。ぜひね、大阪芸術大学の関係の方もいらっしゃってるかと思いますので、文楽の授業というのもね設けていただけたらと思います。では最後上原さんお願いします。はい、本当にすごく難しくて、いろんなことにいろんな集中すべきところがあって、いろんな意識すべきところがあって、それがピタッと重なった時に、普段僕大学では体で演劇の勉強をしてるんですけど、なんか生身の体より生身みたいな瞬間がすごくあって、すごい感動しました。本当に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあね、せっかくですから先生方もご感想、ちょっと睦見太夫さんにマイクを渡していただけますか。はい、1回の稽古と、今日事前にちょっとだけね、やりましたけども、ものすごい細かいところまで、覚えてくれて、びっくりしました。ぜひまたね、文楽に触れる機会も持ってもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。はい、友之助さんお願いします。はい、本当にね、すごい覚えてくれてね、本番一番上手にできて、本当なんか
先生嬉しいですはい本当ね僕もちょっと西洋音楽をやってて、コントラバスで芸大を受けようとしてた人間なので、その違いとかも含めて彼にはいろいろ説明したんですけども、やっぱ文楽ってお芝居の音楽なので、平均率にない音程4分の1音だったり本当に8分の1音ぐらいの本当微妙な音程を使ったり、それから本当につまりお芝居のお染ちゃんの気持ちとかそれを思い描いて弾いてごらんって言ったらすぐ彼がパッと弾けたんですね。やっぱそういうお芝居の音楽っていうのをねもう理解して彼はあんだけ上手に弾いてくれたのもすごい嬉しかったし、これをまた生かして本当ギターでも何でもその将来にも生かして音楽を楽しんでいってほしいなと強く思いました。ぜひまた文楽を見に来てください。はい、今日はありがとうございました。はい、上原君も本当に今日初めてね人形の足を使ってもらって、開演前1時間ほどでしたけれども、だからここまでもう2回目で、足をねあんだけ使ってくれて本当にびっくりしました。なかなかね、いろんな人形劇あるんですけれども、文楽の人形の一番大きな特徴というのはやはり3人がぴったり息を合っていることなんですね。そのためには不利で足が勝手に動くとか左が勝手に動くっていうのがないようにっていうのが文楽の大事なところなんですけれども、上原君はねそこを私の合図をねちゃんと受け取ってくれて、そしてね、初めてにもかかわらずお染の出からね縦膝そして座るとこまでね上手に使ってくださったと思います。ご本人もね演劇をやられている、演出をやられているということで、やはりこの経験がねそういった表現の何かのね一助になればと思います。本当に友之助さんもおっしゃいましたけど、またぜひね、皆さんには文楽劇場に足を運んでいただいて、そしてね生の文楽の舞台ね、ご覧いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもおっしゃってくださいましたけど、学生さんにとってはもちろんですけど、技芸員の皆さんにも、そして参加させていただきました私にとりましても貴重な経験となりました。この素晴らしい人形浄瑠璃文楽が未来へ脈々と受け継がれていきますようお祈りいたしまして、本日はこれをもちましてお開きとさせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。